しレコの星谷と申します。川越市の大正ロマン夢通りの中でオールジャンルのレコードを扱っているレコードショップになります。私の名前とレコード4文字で言い切るのは結構馴染みやすいかなと思って、あとレコードが欲しいっていう意味も含めてダブルミーニング的に星レコにしました。今までずっと30年近くサラリーマン普通やっていて、早期退職の募集があったので、それを機にじゃあレコードやろうかなと。コロナを機に急になんかレコードブームが来て、これはちょっとまずいなってちょっと正直思いました。40年近くレコードを追っかけてきてて、ブームになるっていうのはちょっとなんか危険だなっていうのは思いましたね。自然な感じでやりたかったんですけどね、賑やかになっちゃうのはどうなのかなっていうのはちょっと懸念してた部分はあります。いざ始めてみたら若い人たちが結構来店されて、これからレコードプレーヤー買うんですとか、レコードプレーヤー買ったばっかりなんで何から聴いたらいいかわからないとかっていうお客様が非常に多く来られてて、そういう意味ではブームもねすごく良かったんじゃないかなって逆に思いました。隣町に住んでて、川越もよく来ていたんですけど、どうせ始めるんだったらレコードが馴染むような通りとか街がいいなと思って、ずっとここら辺で物件を探していて、空き物件があったのでそこで始めようと思いました。通りに来たお客さんたちもレトロ感覚を楽しんでくれているので、すでにそのねレコード見て懐かしいとか面白いって言ってもらえるといいなっていうのも考えてまして。商売として考えて東京でやろうとかそういうのは全く頭になかったですか？全くなかったですね。本格的なレコード屋がやりたいんじゃなくて、広く多くの人に楽しんでもらえればいいかなっていうようなところがポイントだったので、レコード屋をやって成功させようとか大きなビジネスにしようとかっていうのは全くそんな意図は全くなくてってことですね。近くに老舗のレレレのレコードさんとか、あとはもう東京で長くやられてたメロディドさんとかがあるので、そういう意味ではやりやすいかなと思いますね。分かりやすい品揃えにしようと思っていて、一般的によく知られてるレコードとかパッと見てわーって思うようなレコードを中心に品揃えはしてます。あまりマニアックに走らずにレコードを楽しんでもらうっていうのを大前提にしてるので、ジャケット一つ取ってもここにバーンって店名だとかグレードだとかを入れてジャケットを汚さないようにしてますね。後ろにグレードとか入れてるんですけど、レコードはとりあえず見てわーって言ってもらったりするのがしてもらいたくて、そういう風にしてますね。アーティストごととかにもあまり分けなくて、だいたいジャンルごとに大まかに分けていて、そこから探して見て感じてもらって、それで買ってもらったら、もちろん聞いてね確認してもらって買ってもらうっていうのが一番楽しいかなと思ってやってます。最初のスタート地点はほぼ全部私物ですね。レコードはものすごくコレクションされていたんですか？そうですね。意外とレコードに触れたのは遅くて、高校1年生の時なんですね。レコード世代なんですけど、家にプレイヤーがなかったので、それまでずっとカセットテープを聴いてたんですけど、高校の合格祝いでミニコンポ買ってもらって、そこにプレイヤーがついてた。じゃあレコード聴いてみようと思って、当時貸しレコ屋さんに行ってレコード何枚か借りてきて、で聴いたらこれいいなと思って、じゃあレコード買いに行こうと思って、それで新宿の UK エジソンさんとかビニールさんとか80年代の半ばですけど行って、そこからもうなし崩し的にもうずっと40年近くレコード集めてる沼にはまってったって感じです私たちの世代であるあるなんですけど、日本のロックを中学校の時ずっと聴いてて、で日本のそのロックのバンドが洋楽のこういうのが好きだよみたいな話になって、パンクニューウェーブの洋楽とかにどんどんハマってって、10代の頃はずっとパンクとニューウェーブしか聴いてなかったんですけど、浪人中にレコードいっぱい持ってる友達ができまして、その友達がじゃあパンクが好きだったらベルベットアンダーグラウンドとかレゲエだとか R&B だとかそういうの聞いた方がいいよって言われて、でその友達ん家でいろいろ聞いてたらどんどん広がってって、そしたらもう止まらなくなってですね自分の人生変えた一枚とかアーティストって言いますか？一番最初にその貸しレコ屋に行って借りてきたのがクラッシュのファーストですね。曇りの日で家で窓開けながらボーっと聞いてたら、ものすごくなんか来るものがあって、これはいいと、ジャケットもいいと、これ CD じゃダメだなと。ニューウェーブポストパンクとかそっちの方に行ったんですか？そこには行かなくてネオモッツの方に行って、海外から通販で買ったりだとか、実際にロンドンに行って買ってみたりとかっていうぐらいハマりましたね。ファッションを持って決めたって感じです。
いやそれがねあんまり似合わなかったんですごい憧れてたんですけど、まあ、せいぜい会社に着ていくスーツを三つボタンにするとかそういうことはしてましたけどね。ポール・ウェラーがジャムやめてスタカン始めた時どう思いました？もう世代的にはですねスタカンの時代なんですよ。スタカン聴かないでジャムに気づく。やっぱりもう本当に3コードのガリガリした音楽が好きだったので、そういう方には多分あんまり興味はいかなかったかなって。でポール・ウェラーに戻ってからはね80年代終わりか90年ぐらいの時にからまたずっと聴くようにはなりましたけど、ソウル愛を全開にしてる。そうですね。やっぱり年を重ねてからですかね、スタカンいいなとか当時のそういう感じの音楽もすごくいいなって、いわゆるシティポップみたいなもう当時はだから絶対聴かなかった、そういうのはもう年を取ってからその良さに気づくみたいな感じですかね。お店を始める前までにどれくらいのレコードを？全部で7インチも合わせると1万枚ぐらいですかね。店をやろうかなと思ってから、3000枚ぐらい追加したので、こんな品揃えがあったらお店として面白いかなみたいな感じで買い集めたものが3000枚ぐらいですかね。お店に持ってくるにあたって当時バイトして貯めて買った普通のリーシュー版だとか、たまたま行ったレコード屋さんで見つけた希少版だとか、そういうものはちょっと手放せないんですけど、でもせいぜい100枚ぐらいですかね。そういう個人的な思い入れがあるやつは。レアなものってあんまりないんですよ。例えばこのダムドなんかも家にあるのはオリジナルとかじゃなくて、普通に87年にデモンから再発されたレコード、もう何回も聴いたんで、売れないなと。オリジナル至上主義とかになってまたさらにそういう感じではないですね。聞きたいものを探して見つけた時の喜びが大きいものだけが残ってるみたいな感じですかね。大学卒業する時に就職する時にレコード屋さんっていう道もあったんですけど、当時の雰囲気として趣味とか好きなものを仕事にしたらつまんなくなるよっていうのが周りに空気としてあって、普通の会社に入ってそこは主に食品の仕入れだとか販売だとか企画だとかっていうやるところで、そこでいろいろ商売を教えてもらっていて、レコード集めながら仕事をずっとやってきたんですけど、ちょうど10年ぐらい前にこのまま会社をそのまま勤め上げるのもつまんないかなと思ってから、じゃあやっぱりやりたかったレコード屋をやろうかなっていうふうに思ってタイミングを考えてたんですけど、家族に相談したら息子が独り立ちするまで待ちなさいって言われてて昨年ですかね、息子も社会人になる、妻はずっとフルタイムで働いてくれてるので、最後にわがまま言わせてもらおうかなと思って、それでお店を始めたっていうのはきっかけです。最初は難色を示してましたけど少しずつやりたいっつって言って、息子が最近レコードブームに乗じてレコードの存在に気づいて聴くようになって、すごくいい音がいいねなんつって言って、それで一緒にレコード買いに行くなんてね、本当に生まれた時には想像もできなかったようなことがあったりとかしますね。キャッチボールをするとか酒を飲むっていうような思い出たものではなくて、一緒にレコード買いに行くっていう日が来るなんていうのはね、レコードブーム様々だなと思いますけど。どんな音楽にハマってるんですか？主に日本のヒップホップを聴いてますね。でそこからその元ネタになってるソウルを教えてくれとかって言ってレコード聴いて、これだとかって言ったりして、私なんかも全然その日本のヒップホップなんかあまり聞かないので、これではこれに繋がってるんだみたいなのは面白いですね、聞いててね。開店する前は観光客の皆さんが立ち寄ってくれるようなお店にしたいと思っていて、分かりやすい品揃えにしてたんですけど、いざ開店してみたらですね、いろんなところから栃木、群馬、千葉、それから東京からですね、レコード好きがいっぱい来るとあれ思ってたのと違うなと。観光客の人たちは全体の1割から2割ぐらい、当初想定してなかったので、ものすごく新鮮で楽しいですね。買い取りはですね、レコード自体を過去のものだと思っているお客様が非常に多く来られますね。査定して値段つけると、こんな値段になるのとかって言ってもらうことが多くてですね、事情があって持ってこられる方とかのレコードを買った経緯とかね、そういうのが聞けるっていうのはこの仕事ならではだなと思いますね。買い取りしたものレコードをそのまま置いてたら、次入ってきたお客さんが何々のレコードあるってまさに今買い取ったものを聞いて、
ちょうど今買い取りましたけどみたいなとか、壁にかけるレコード何にしようかなと思ってでこれにしようと思ってかけた瞬間に次に入ってきたお客様が「あーっつって言って買ったりだとか、お客様の念に動かされてるんじゃないかなっていうような感じる時が結構ありますね。今週これ出そうかなと思ったらこれずっと探してたんだよとかっていう、一周ずれてたら買わないだろうみたいな、それはねレコード屋さんをやって思う一番不思議な感じ。印象に残ってるお客様とのエピソードとかってありますか？4歳の男の子が家族連れで入ってきて、お父さんに連れてきたのかと思ったらその4歳の男の子がレコード買いに来ていて、店長 YMO って言われてで何枚か出して「これじゃないな」って言いながらね、小学生の男の子が矢沢永吉のファンで A ちゃんのレコードばっかり探してる。そうなるともうこっちも血眼になってストックから A ちゃん探してこれはみたいな、そういうお客様が非常に面白いですね。ベテランのお客様もゼッペリンの初来日コンサート行ったんだよとか、クイーンの初来日コンサート行ったんだよとかっていう話をお客様からしてもらうのもものすごくいいですね。なんかね、そういうお客様の話を聞くのは非常に面白くて、そうなると印象に残ったりしてね、じゃあ次はこういうの用意しておこうかなとか、そういうふうに思ったりとかしたりはします。ネットじゃなくてね、リアルでやってコスト的にはちょっとあれですけどリアルでやってよかったなっていうのは実感してますね。ここから星レコさんのショップツアーよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず入り口入ると真正面にあるのが7インチのコーナーです、多分こういうくくりにしてるお店はなかなか珍しいかもしれないんですけど、お客様との会話の中で生まれたコーナーみたいな感じですかね。洋楽なんかもお客様もなんかここら辺の曲をこういう感じですね、こういう感じの曲とか、これってどんな曲って言ってこれをかけるとあーって言ってもらえる、そういう曲ばかりを集めましたね。どっかで聞いたことあるなみたいな。これは昭和の名曲コーナーって言って見に来られたお客様が一番喜ぶコーナーなんですけど、何ていうんですかね、昔カラオケで歌ってたよっていう話で盛り上がるような、もうみんな一度は歌ったり聴いたりしたことがあるだろうみたいな和物のコーナーですね。あとは最近はDJ さんたちがこういうのが好きみたいで、あとはこういう面白いジャケット、濃いジャケットを見てすごいとか何これみたいな、そういう感じで盛り上がってもらう感じですかね。入り口のところでパッと見てもらって、うちはそんなにね堅苦しい店じゃないよっていう。壁に行くと、これはそうですね、7インチレコードは個人的にすごい好きで集めてたんで、ジャンル問わずいっぱいありますね。まだまだ在庫もいっぱいあるので、7インチはもうすごい個人的に大好きだったんでいっぱい集めてて、あとは場所取らないのであんまりいっぱい持っててもあんまり家族に文句言われないっていうメリットもあったので。これもソウルディスコ系ですか？そうですね。非常に DJ さんたちが若い方もベテランの方もいっぱい来て、今すごいなんか新鮮に映るらしくて、12インチばっかり回してたんだよっていう人たちとかも、もうこれ面白いねっつって7インチでしかないものとかもあるので、ここら辺のニーズは非常に高いですね。なんか初心者歓迎コーナーがかなりいいですよね。そうですね。開店してからお客様といろいろ話していく中で、なんか会話の共通点になるようなものがあると面白いなと思って、何から聞けばいいのとか、こういうの聞きたいんだけどっていうような、いわゆる定番、日本版で言えばこういう名盤定番、こういうものとか、で普通のメジャー級のアルバムだとか、あとうちすごい人気があるのが、お客さんがじゃあとりあえずビートルズ、もうこの赤版は本当に初期の名曲ばっかり入ってるんで、ちょっとかけると、お客さんはこれいいなって言って買ってってくれますね。手頃に買えて、しかも楽しめるみたいな、結構揃えてますね。地元のフォークシンガーさんですぐ近くに住んでるんですけど、たまたまレコードをこれを手に入れる機会があって、でこれを持ってって今度うちでレコードやるのでこれ飾らせてくださいと。いいよいいよって、じゃあこれも持ってきなよっつってこれはセカンドアルバムらしいんですけど、イザンさんはレレレのレコードさんから新譜出るから一緒に置いてよって言われて、もう喜んでって感じで、ここはプチ川越コーナーみたいな感じですか。かなりやっぱり
セレクションの効いた、そしてバリエーション豊かなものが揃ってますよね。そうですね、半分ぐらいは買い取りさせてもらったものですね。新風っていうか2000年代の買い取りがもううちはほとんどないので、そこは新風を入れて対応することにしました。先ほども言いましたけど、R&B とかヒップホップは最初なかったんですけど、これなんか若い子たちがヒップホップとかはないのって言われて、やっぱりジャケットついてるものの方が人気がありますね。それと連動して元ネタって言われるクラシックっていうくくりにして、いわゆる60年代70年代のソウルファンク系を一つのコーナーみたいなにはしました。ジャズはアーティストごとに並べるほどないので楽器ごとに分けてます。結構お客さんからジャズ聴きたいんだけどって言われて、サックスがいいかなとかピアノがいいかなとか、そういうふうに言ってもらうので、じゃあこれどうですかみたいな、もっと静かなのがいいとか、もっと跳ねてる方がいいとか、そういう中からいろいろきっかけになるようにはしてますね。これはもう訳あり訳なしなんで、こっそり面白いのとかを入れて見つけた人が面白がれるようにはしてます。これこの値段でいいのっていう、よくベテランのお客さんから言われます。そういう感じはわざと作るようにはしてます。そうですね。シティポップって言葉が嫌いなんで、世代的にニューミュージックじゃないのって思ってるんでニューミュージックにしてます。結構観光地なんで、お連れのお客さんが来て、自分も経験あるんですけど、家族連れてくと家族がつまんなそうにしているのを避けるために、そこに座ってもらって、でそれで待っててもらうとか。もう完全にこれは通りとリンクさせようかなと思ってわざと作ったコーナーです。この中には在庫入ってるんですけどそうですね、レコード以外に何か作ろうかなと思っていて、レコードに関するものがいいなと思ってレコードバッグ作りました。妻の知り合いのデザイナーさんにデザインしてもらったやつですごい人気があって、外国人の方はやっぱりカタカナ入ってる方がそう人気なので、外国人の方は 100% こっち買ってきます。1年でも多く在庫が続く限りやるっていうだけですね。2号店を持つなんていうことも全く考えてませんし、売り場を拡大するということもなく、フラッと立ち寄ってもらって適当に楽しんでもらえるお店をいつまでも飽きさせないで続けられるかっていうのが目標です。一応書いたんですけど、あとオリジナルとかは書いてあるんですけど、LP はまだいいんですけど、7インチで半分ぐらい隠れちゃってるお店とかあるじゃないですか。あれは個人的にすごく嫌で、このジャケットいいのにみたいな、それはないだろうみたいな。今の子たちはこうやって見て気になるとスマホでこうやって聞きながら買うので、コメントいらないんですよね。むしろなんか余計なコメント入れちゃって、何々が好きな人におすすめたんですけども、自分がそれを聞いてて思わなかったらそれアウトなんで